久しぶりにダーツをして腕が筋肉痛なブンブンカーカー文川です。今日は私が持っているプロッターのミニ6のホースヘア、こちらを兼務で使おうかと思っていますので、これについてお話しします。よければ最後までご視聴ください。こちらがプロッターのホースヘアのミニ6サイズです。少し前まではプロッターの定番ラインナップの一つでしたが、生産終了となってしまった商品です。店舗さんに在庫があれば販売されているっていう感じのレアなアイテムになってしまいました。こちら本来はパスワード管理帳として使っていたんですけれども、今回ちょっと新たに兼務をお願いしたいことができました。それについて少しお話ししようと思います。皆さんご存知の通り、私会社員をしながら YouTube をしているという、2つの顔を持っているんですけれども、具体的に何とは言わないんですけれども、もう一つ第3の顔があります。こちらで使う手帳が欲しいなと思っています。第3の顔についてはまだちょっとずつ進めているっていう段階で、そこまでがっつりっていう感じではないんですけれども、スケジュールを管理するとか、あとメモが必要とか、そういった場面が出てくるんですね。その時に使う手帳が必要だなっていうふうに感じてきました。第3の顔で使う手帳とかっていうのは、今まで全然決まってなくて、M5 のリフィルメモパッドを持って行ってみたりしたんですけれども、手帳会議の結果、このミニ6のホースヘアがいいんじゃないかということになりました。カフェとかで使う場面が多いので、なるべく小さな手帳がいいなっていうところが一つで、とりあえず M5 のリフィルメモパッドを持ってって試したんですけれども、M5 だと筆記面積が足りなすぎたので、ミニ6かトラベラーズノートのパスポートサイズ、この同じぐらいのサイズ感のどちらかがいいなと考えてました。私は普通の会社員の仕事として TNP 実際に仕事手帳として取り入れているんですけれども、やっぱちょっと TNP ってカジュアルなんですよね。会社員の方に関してはカジュアルで割と自由なんですけれども、第3の顔に関してはカジュアルじゃなくてちょっとフォーマルを意識しないといけない感じなんですね。なので、それを考えた時に TNP だとちょっとカジュアルだなっていう風に感じました。トラベラーズノートよりもプロッターの方がちょっとフォーマルな印象あるものが多いと思うので、今回はちょっとプロッターにすることにしました。プロッター沼に入ってかれこれ1年半。私のミニ6のプロッターはこちらの3冊になります。この3冊どれもそれぞれ使っているんですけれども、まずはテスト運用しようということで、この3冊の中からよりフォーマルなもの、どれかなって考えました。白を持っていくのは結構勇気がいるなっていう感じだったので、リス仕様のブラックか、はたまたホースヘアか、この2択で迷いました。リス仕様のブラックも結構フォーマルで、すごく高級感があって素敵なんですけれども、スムースレザーということもあって使っていくうちに結構傷とかが目立ってきてしまうんですよね。その傷が出てきた時に許されるかっていうのがちょっと悩ましいなと思ったので、もしミニ6でしっくりくるんだったらミニ6のこのホースヘアを第3の顔用に変えてあげようかなっていう気持ちでこちらを持ってってテストしたんですけれども、めちゃくちゃ良かったです。狭い場所でも書きやすくて、でも M5 よりもたくさん書けてっていう感じですごく良かったです。ちょっと第3の顔についてはミニ6で進めていこうという風になりました。本当ならテストしてめちゃくちゃ良かったので、このままホースヘアを第3の顔用にっていう感じで使ってあげたいんですけれども、あいにくホースヘアはもともと違う用途で使っているので、そっちの中身があります。今回テストで使うためにわざわざもともとホースヘアに入ってた中身をこんな感じで抜き出してます。これの居場所がなくなってしまうし、かといってじゃあ今すぐミニ6のレザーバインダーを購入できるかって言ったら今ちょっと無理なんですよね。今すぐにミニ6を用意するのは難しいので、普段はこっちのパスワードを入れてて、第3の顔のちょっと活動がある時だけ中身を入れ替えてホースヘアを借りるっていう感じでちょっとしばらく乗り切ろうかなと思います。第3の顔ではメモが欲しい、それからスケジュール管理でやっぱりマンスリーを入れたいなっていう要望があるんですけれども、もうできれば今すぐからでもマンスリーが欲しいっていう感じなんですね。でも今店頭に並んでるのは2023年のマンスリーであって、この中途半端な時期から使えるものがない。あとはマンスリーの来年のリフィル買うにしてもどうするかっていうちょっと悩む時間が必要だし、本当にめちゃくちゃ急なので、とりあえず間に合わせでなるべくお金をかけずに用意しようかなと思ってます。そこでですね、無料ダウンロードのリフィルをちょっ
と用意してみました。こちらがですね、ノートブックショップさんっていうところのリフィルです。無料のミニ6のリフィルのマンスリーで月曜始まりっていうのがあったので、ちょっとこちらを印刷してみました。まずはちょっとこれをカットしようと思います。とりあえず9月の分だけですけれども、マンスリーが入りましたので、こちらを使います。そしてメモのページですね。とりあえずプロッターのこの無地のリフィル入れてるんですけれども、どっちにしろバーっと書いて、その後に清書するっていう感じになると思うので、この殴り書きしてる時にプロッターのリフィルメモパッドちょっともったいないなっていう気もしてきたので、プロッターのリフィルメモパッドはこの清書用として使って、このメモ書きとかはとりあえずすごい枚数消費するので自作でいこうかなと思ってます。家にあるものでミニ6のリフィル作っていくんですけれども、今回は100均で購入したこちらのメモ帳ですね。これを使います。これ2冊セットで100円だったんで、もう1冊持ってるんですよね。たっぷりあるので今回はこれを使っちゃいます。こんな感じで当てて、今一番上のページだけ線引いたので、あとはこれを目安にカッターで切っていこうと思います。ではカットしていきます。切れっ端を見る感じ、ちょっと曲がってますね。切り口がめちゃめちゃガタついてしまったんですけど、なんとかミニ6サイズにカットすることができました。適当にちぎって、で、穴を開ける。とりあえず今は無料で印刷したやつなので9月しかないんですけれども、9月のマンスリーと、あとはこちらは本当に雑記メモですね。ババッと書く用のメモです。下書きとかそういう感じで使います。それから後ろにプロッターのリフィルメモパッドが入っていて、こっちは清書用です。今はないんですけれども、清書したものを今度プロジェクトマネージャーを用意してプロジェクト単位で束ねていく予定で、ペンホルダーがここにあれば最高かなっていう感じです。第3の顔ではとりあえずそんな感じで使っていこうと思います。それでは今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。